ナッツ好きには絶対たまらないポルトガルの伝統的な菓子パン、パウンデデウス。上にココナッツのフィリングが乗って、外はカリッと中がふわふわのパンです。こんにちは、松尾美香です。心と時間が豊かになる3日経っても硬くならないパンを一緒に作っていきましょう。動画の最後に作り方のコツを説明しています。最後まで視聴していただけたら嬉しいです。まずミキシングです。材料をボウルに入れていきましょう。日本ではあまり見かけないパンなので、初めて名前を知ったっていう人も多いんじゃないですか。ポルトガル全土でよく食べられているパンです。特に11月1日の諸聖人の日に食べられているそうですよ。軽く混ぜたら水分を加えていきます。粉がなくなるまでしっかり混ぜていきましょう。台に出してもう少しこねていきます。生地を遠くまで伸ばして全体的に混ぜていきましょう。手と一緒に生地が戻ってくるようになったら転がしていきます。この時ただ転がすだけじゃなく、力を入れて転がしていきましょう。弾力が出てきたらグルテンチェックです。引っ張ってチェックしてもらってもいいですし、薄く生地を伸ばしてグルテンのチェックをしてもらっても大丈夫です。バターを入れていきます。細かくカットして混ぜ込んでいきましょう。最初にやったように生地を遠くまで伸ばして混ぜていきます。混ざったら生地を丸めて一次発酵に入ります。30度で40分、生地が 1.8 倍になるまで発酵させましょう。一次発酵が終了しました。膨らみましたよね。フィンガーテストをしてみます。生地を出してガスを抜いていきましょう。6分割にします。それぞれを丸めていきます。この時きつく丸めないようにしてください。この丸めを生かして成形をしていきますので、形はできるだけきれいにしておきましょう。乾燥しないように上にラップをかけて10分置いておきます。この間にフィリングを作っていきます。室温に戻したバターに砂糖を加え、白っぽくなるまで混ぜ合わせていきましょう。卵を少しずつ加えて、その都度よく混ぜていきます。卵も室温に戻しておくことがポイントです。必ずしっかり混ぜてから次の卵を加えるようにしてください。ココナッツファインを加え、よく混ぜ合わせていきます。混ぜにくければ2回に分けて加えてください。混ざったら使う直前まで冷蔵庫に入れておきます。成形をしていきます。閉じ目を上にして手のひらで数回押して広げます。さらに綿棒で伸ばしていきましょう。オーブンシートに置くときにも閉じ目をそのまま上にして置いてください。まだパン作りに慣れていない人は丸く成形するのは難しいかもしれません。多少形が悪くてもオーブンシートの上にね、乗せるときに丸くすれば大丈夫です。別の角度でもお見せしますね。
この後最終発酵に入ります。35度で30分発酵させていきましょう。途中でオーブンに余熱を入れておきます。発酵完了5分前になりましたら、冷蔵庫に入れておいたフィリングを出してください。発酵が完了したので卵を塗っていきます。その上にフィリングを乗せていきましょう。指先で軽く広げます。フィリングがこんがり焼けるまでだいたい190度で15分ぐらい焼いていきます。焼き上がりました。ココナッツの香りをねお届けできないのがとても残念ですが、いい色に焼けてますよね。香りはねご自身で作ってぜひ楽しんでみてください。こんな感じに焼き上がっています。見てください、こんなにふかふかなんですよ。ちょっと割ってみますね。割るとねさらにココナッツの香りがしてきます。この後作る時のコツを解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。今回コツは3つあります。まず1つ目です。綿棒で丸く伸ばす時には最初に思いっきり伸ばしてしまうと丸くなりにくいので、初めのうちは少しずつ伸ばしていきましょう。2つ目のコツです。生地に厚さがあると綿棒で伸ばしにくいので、手のひらで軽く押して低くしてあげるといいです。3つ目のコツです。フィリングを広げるときには指先にちょっとお水をつけてあげると手にくっつきにくいです。今日も一緒にパン時間を過ごしてくださってありがとうございます。もっとじっくりパン作りを学びたいという方向けに動画講座をご用意しています。今日お伝えしたコツ以外にも、生地の見極め方、道具の扱うコツ、焼くためのポイントなどを講座の方でじっくりお伝えしています。詳細は概要欄をご覧ください。もしこの動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でパン作りを一緒に楽しみましょう。ではまた。